皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。私は今現在 JR 元町駅の近くにあります元町商店街の、すぐ前に来ております。でね、今回もね神戸の美味しい豚まんを、紹介していくんですけども、この間ねたまたま歩いてましたら、神戸のね南京町で有名な豚まんの老祥記さん、こちらね、2つあることが分かりまして、で、どちらがね、どのような感じの、豚まんを、販売しているのかというのをね、比べながら、どちらがね、どちらが美味しいかというとちょっとね、言葉に語弊ありますけども、どんな感じのね、豚まんかというのを紹介していきたいと思います。あとね、2つの、老祥記さん、どちらにお店があるのかというね、場所的なことも紹介していきたいと思います。それではね、元気よく参りましょう。はい、そうしましたらね、その最初の、老祥記さん、神戸南京町の中にありますので、こちらのね神戸元町商店街の東詰めから歩いて3分ぐらいのところにありますんで、早速ねそちらの老祥記さんの方に向かっていきたいと思います。こちらがね南京町の東側の出入り口、長安門ですね。こちらから歩いて、だいたい2分ぐらいですかね。ではそちらのね老祥記さんへ向かっていきたいと思います。こちらね老祥記さん、いつもねかなり、長蛇の列で豚まんを購入するのもね結構大変なお店なんですが、午前中11時ぐらいまでに行くと割とね空いてますので、すぐにね豚まんをねできるだけ早く買いたいという方は午前中早い時間に行かれることをお勧めいたします。これ今午前中の朝10時半ぐらいなんですが、割と人が多いんで、途中のね南京町広場までの映像っていうのをね省略していきたいと思います。それでは南京町広場に飛んでいきます。はい、こちら南京町広場になります。豚まんのねお店の老祥記さんはこちらの左側ですねにお店がありますんで、こちらの方ね向いていきたいんですけれども、今こちらお店がないですよね。今ね建て替えをしているところでございます。で建て替えがね終わればだいたい来年のね10月だったかなぐらいにできるそうなんですが、その間はね反対側の奥で、持ち帰りのみね販売しているということなんで、そちらの方に向かっていきたいと思います。でこちらの南京町広場の干支の石像が、13体あるんですね。何が余計にあるかっていうのを見つけるのも一つのね、お楽しみでもありますよね。でこちらが老祥記さん、オイル詳細の章かな、間違ってたらごめんなさいね。記録の記ですねと書いて老祥記さん、南京町老祥記さんですね。でこちらは5個から持ち帰り可能で、5個が600円、10個が1200円で購入することができます。やはり午前中早い時間帯なので、お客さんが2人3人しかねいませんでしたね。やはりね、早めに行くとすんなりと購入することができますね。本来は左の方から待つんですがね、まっすぐ行っちゃいましたけどね。でこちらの老祥記さん、南京町老祥記さんは朝10時から営業をしておられるようでございます。でね、並んで、5分もしないうちにだいたい 2,3 分ですかねで、購入する順番が回ってまいりましたね。こちらの南京町、老祥記さんの豚まんなんですけども、持ち帰りまして冷蔵庫で2日、冷凍庫で1週間持つということですね。で、食べ方もねこちらね、表記してありましたね。このような感じでちょっとね小ぶりな豚まんですね。で、経木でくるんでいただきますね。ありがとうございます。はい、1100円は。はい、じゃあ500円のお返しと、こちらが5
こです。ありがとうございます。じゃあ10個ですぐ横にあったねパンフレットのようなもの、食べ方であるとかね、調理方法などが書いたものを、取りましてね、表の方に出ていきたいと思います。もうね、あれこれしている間に観光客の方が結構来られてましてね、あっという間に列ができておりました。といってもね、まだ朝10時過ぎなんでね、まだ結構ねガラガラなんですけどもね。はい、それではね、こちらの豚まんを自宅へ帰りましてね、早速いただきたいと思います。それでは自宅へ参りましょう。はい、それでは自宅へ帰りまして、実際に、老少期さんの豚まんをいただきたいと思います。若干時間経ってるんでね、紙がシワシワになっちゃってますけどもね、冷蔵庫で、2、3もっとかな、4、5時間ぐらい、冷蔵庫で冷やしてました。で、なんかね4つしかありませんが、途中我慢できずにね1つ食べてしまいました。はい、見た目ね、今までの豚まんよりもかなりね小ぶりというのがね、分かっていただけると思います。で、形もね若干いびつなんですね。豚まんというより小籠包に近いのかなっていう感じですね。では大きさを測ってまいりましょう。だいたいね大きさは6センチほど。今までのものよりも若干小ぶりですよね。今までのものと、あと小籠包の中間ぐらいですかね。で、別のものを測ってもだいたい6センチぐらい。形のね、違いはありますけどもね、すべて手作業でね、豚まん包んでますんでね、若干いびつにはなるようですね。重さが、蒸す前の重さが約 38g、37.9g ですね。で、他のものを測っても約、39が 40g、大体そのあたりですね。この辺りは職人ですごいなっていう感じですよね。で、豚まんを約、10分間蒸し器で蒸しております。で、蒸すと 44g に重さが、増えてまいりました。大きさはねほぼ変わらないんですけどもね。で、幅が6センチほど、高さが約4センチほどですね。若干ずんぐりむっくりな形なんですかね。で、中身はこんな感じではね、中身を出して重さを測ってみましょう。だからね、具の重さがこちらね約 9g ですね。今までのものと比べるとちょっと少ないかなという感じですね。で、皮が約 33g になります。若干ね皮が厚めに作られてるかなという感じですね。それでは具を皮に戻しまして美味しくいただきたいと思います。こんな感じね。はい、それではいただきます。でね、老少期さんの豚まんなんですが、醤油ベースのね豚まんで若干塩気が強いです。あと、通常ね、豚まんは豚肉と玉ねぎだと思うんですけど、こちらの老少期さんは玉ねぎではなくて、これは青ネギかなを使っているような感じですね。なので甘みはちょっとね、少ない感じですかね。で、醤油の、辛み塩味とあとコクですね。で、ネギの、若干甘みって言っても、若干あるのはあるんですけどもね。はい、こちらがね別の新しい豚まんですね。同じような感じで、でね、こちらの老少期さんの豚まんに関しても、下のね裏に関しては経木であるとか紙などがね貼ってないんですね。
なので、蒸し器で蒸したりした時にですね、どうしても下の皮が破れてしまうという感じですね。で、電子レンジで温めると皮が硬くなるので、できたらやめてねというふうに書いておりましたね。普通ね、豚まんをね、電子レンジでね、簡単にやっちゃいがちですけどね、蒸し器でやっても、30分ぐらい、30分じゃ10分ぐらいですからね。それでは、豚まんのいただいた感想と味分析がこちらです。うまみがだいたい6ぐらい。ちょっとね、今までのものが少ないですね。甘みが3。こちらもちょっと少ないかなと。塩味がちょっと強い感じですね。醤油の塩味がちょっと強い感じ。辛みもね、ちょっとあります。で、大きさが約6センチと小ぶり。高さが4センチ。ちょっとずんぐりむっくりな感じ。全体の重さが 44g、具の、重さが 9g でね、醤油ベースで皮が厚くて、皮がほんのり、甘いです。でね、長ネギで作られていると。はい。で、5つから販売されてまして、5つで600円なんで、1個が120円ですね。で、こちらね、老少期さん、普通の時間に行くと、もう30分以上待つ可能性あるんで、もしね、持ち帰られる方は午前中、10時半か11時までにはね、お店の方に行かれることをお勧めいたします。はい、それでは次のお店へ向かうとしましょうかね。では次のお店、花熊老少期さんの方へ向かっていきます。こちらはね、阪急神戸高速鉄道の花熊駅が一番近くになりますね。あとは、神戸市営地下鉄の海岸線、港元町駅が一番近いと思います。はい、こちらがね、阪急電車と神戸高速鉄道の花熊駅になりますね。こちらがね、花熊駅の東改札口です。西改札口もあるんですけども、西改札口はね、ちょっと、距離がね、遠くなるんで、こちらに東改札口の方がいいかと思います。それでは、花熊老少期さんの方へ向かってまいりましょうかね。で、地図でいうと現在地がこちらになります。で、こちらから西の方に向かって歩いていきまして、横断歩道を一つ渡りましたらすぐに南側、商店街側ですねの方に向かってまいります。で、横断歩道を渡りまして、そしたら目の前にね、赤い看板が見えてまいりまして、こちらね、老少期って書いてますね。でっかい看板があるほどね、有名な豚まん屋さんということになりますね。こちらね、大正時代にできたお店だそうです。あちらですね。で、もともとなんか、南京町の近くにお店があったそうですね。それがこちらの方に移ってきたということをお店の方が言っておられました。で、商店街まで入りましたら、こちらを、さらに西へ向かっていきます。で、約、50メートルほど進んでいくと、赤い看板が見えてまいりまして、こちらが老少期さんですね。豚まんって感じで、豚まんじゅうって書いてますね。豚まんじゅうの老少期さん。すごい趣のあるお店ですね。はい、でこちらね、南京町の老少期さんとはね、最後の字がね、一字違うんですね。記録の記と正規の記で、読み方は同じなんですけどね、漢字が一字違うと。で、こちらはお持ち帰り、可能ということですね。こちら豚まん専門店なんですかね。豚まん以外食べたことないんで、ちょっとわからないんですけども、でこちらのお店ね、元町と神戸のだいたい真ん中あたりにあるお店なのかもわからないですけど、結構ね、空いてます。持ち帰りしたいんですけども、3つでお願いしていいですか？6個？いや、3つ。3個。はい。3個持ち帰りね。はい。こちらは豚まんは5つではなくて3つから持ち帰りができるようになってございます。でこ
ちらね、豚まんの、個数によって値段がね、すぐ分かるように表が貼ってますね。で中を見るとね、豚まん以外のメニューっていうのがね、壁には貼ってなかったですね。ということは、豚まん専門店なのかもしれないですね。でも、豚まんだけでやっていけるんですかね。1つ110円ですからね。30円します。はい、でこちらではね、ちゃんとね、言わないと手提げのビニール袋はいただくことができないですね。こちらのお店っていうのは、あそこの南京町のお店とは全く関係ないですね。創業から今の向こうでされてる方がするまではうち親があそこずっとしとって、いろんな事情で出て行ってからです。のれん分けをしたというわけではないです。だから食べてみたら当の方はやっぱり違うっておっしゃるし。そうなんですか。はい、好みですね、食べ物やから。はい。わかりました。すいません、ありがとうございます。こちらね、しっかりしたお店でね、このお店の方がね、結構おしゃべり好きだったんですね。で、この後ちょっとね、話し込んでしまいましてね、はい。いろいろね、豚まんの話であるとか、南京町の話ね、いろいろしておりました。それではね、実際に、こちらの豚まんを自宅に帰りまして、同じようにね、蒸し器で蒸していただきたいと思います。それでは実食をしてまいりましょうかね。はい、こちら、老少期さん、字がね、この一字だけが違うっていうことですね。で元祖豚まんじゅうとなってね、こちらね、大正4年創業とかって書いてましたね。ということは、ひょっとするとあちらのね、南京町の豚まん屋さんよりも歴史があるかもしれないですね。で少しね、南京町の豚まん屋さんよりも少し大ぶりかなという感じです。それでは大きさ見ていきましょうか。はい、こちらね、調理前なんですけども、大きさが約6センチですね。で縦横ね、だいたい6センチぐらいですね。以前のね、新海地の、春陽軒さんと比べればちょっと1センチほど小さいかなという感じですね。こちらの方がちょっとね、値段的にも安いですしね。はい、重さを見てみましょうか。調理前で 34g ですね。でもう一つのものをね、測ってみると 40g ございますね。こちらの方がちょっとね、大きいですね。だいたい38から35から 40g の間ぐらいって感じですね。では豚まんをね、蒸し器で約10分ほど蒸してまいりました。で蒸すとね、水分含むんで重くはなりますね。大きさはねそんなに変わらないです。約同じね6センチで、高さがだいたい 4.5 センチ、南京町のお店よりも少しね大きいです。で重さが 46.8 でね、やはり水分含んでね少し重たくなりますね。はい、それではね、こちら中身を見てまいりましょうか。裏返しましてね、裏からちょっと切れ目入れまして、中のね、お肉のあんが、こんな感じということですね。ちょっとねお肉が少ないかなという気もしますね。では実際お肉の重さ測ってみましょうか。約 3.5g ということでだいぶ少ないですね。南京町の半分ぐらいですかね。ただ南京町のものに比べてお肉がねギュッと締まってて、で南京町はね青ネギだったんですけど、こちらは玉ねぎなんですね。なので甘みはね、
南京町のものに比べればだいぶ強いですね。はい、それではね実際に、いただきましょうかね。でね、このような感じで皮がね結構厚いんですよね。で皮が厚いんですが、中のねあんが醤油あんでちょっとね塩気が強いので、皮と一緒に食べるとちょうどいいような感じになりますね。ただ皮が残っちゃうとちょっとね口の中もそっとするかなという感じですね。でこちらがね別のものですね。でねこちらもね裏に紙とか経木はついてないです。ですので蒸す時にちょっと蒸しすぎちゃったりすると下のね皮がベローンって剥がれちゃいますね。はい、こちらが、花熊のね老少期さんのデータです。うまみが6で甘みがちょっとね、4とで塩味がやはりね強いです。醤油のねで辛みもちょっとございまして、大きさが7センチと南京町に比べてちょっと大きいです。高さ 4.5 センチ、重さが 46.8 グラムと少しこちらの方が重たいですかね。で具の重さが 4.4 と南京町に比べて半分くらいですね。で醤油ベースで玉ねぎが入ってるので、ね、若干玉ねぎの甘さはございます。ただ醤油のね塩味が強いので皮と一緒に食べないとちょっとね辛いかなという感じがあります。で3つからお持ち帰りができまして、3つで330円なので1つ110円と。ただね大きさから考えると少し割高かなという感じはいたします。中のねお肉がね若干少ないんでねはい、今回は、南京町の、老少期さんと、あと西本町のあたりですね、花熊の、老少期さん2つの老少期さんを紹介いたしました。最初ねこの老少期さん2つともね同じ系列の、お店かなと思ってたんですけども、実際は同じ系列ではないということでしたね。で中のね、豚まんもそれぞれね、系統的には醤油あんでね似てるんですが、皮の感じであるとか中の具の入り方とかね具の材料ですねが若干違うので、それぞれの美味しさというか特徴があるという感じでしたね。でお得なのはこちらの花熊の、西本町の方のね老少期さんの方が若干安いかなと。でお持ち帰りに関してもこちらね3つから買えるのでお得かなと思います。今回の動画良かったと思っていただきましたらチャンネル登録と高評価、グッドボタン、あとコメントいただきましたら大変嬉しいです。それではまた皆様とお会いできるまでさようなら。